川沿いのお気に入りのくるみの木が倒れていました。今年に入ってから雨が降らない日はないくらい曇り空が続いていました。土が緩んだせいでしょうか。風が強くなってきました。この日の夜から嵐の予報です。夜11時、停電しました。朝目が覚めて携帯を見ると、インターネットがつながっていないことに気づきました。とりあえずベッドの中でゆっくり過ごし、10時ごろに起きました。昨日ちょうど買った冷凍のパンオショコラを焼きました。そしてできることがほとんどなかったので、とりあえず動画でも撮ってみようと思いました。この時はまだ午後になれば電気も戻るだろうと考えていました。というのも、この地域だけなのかはわかりませんが、停電はかなりの頻度で起こります。特に夏の終わりには嵐が来ることが多く、少し強い風でも停電になることがあります。1年に何回あるのか数えるのも面倒なくらいです。ちょっと焦げちゃってる。ただ今回はネットだけではなく、モバイルデータもなく、電話もかけられない状況でした。幸い我が家はオール電化ではないので、少し不便な暮らしになるだけです。お湯はガスですが、電気がないと使えません。冬場にお湯が使えないのは辛いですが、暖房にガスを使っていないのは本当に助かりました。フランスの田舎暮らしで買ってよかったと思うものの一つが灯油ヒーターです。毎朝起きてすぐ手軽に暖かくなるので、とても気に入っています。電動のシャッターを使っている家も多く、停電の影響で閉まったままの家も見られました。うちのキッチンは窓際ではなく、家の中心にあるので、普段から少し暗めです。お昼ご飯は
昨日たまたまスーパーで海苔を買っていたので、おにぎりを作ることにしました。いつもは何品も作りませんが、この日は時間があったので豚汁も作りました。これはアンチガスピと呼ばれる食品ロスを減らすための見切り品コーナーで見つけたツナとフェタチーズのリエットです。オレンジ色のステッカーの通り 30% オフでした。こういったコーナーで新しいものに挑戦するのが好きです。ツナマヨのような見た目ですが、今回はこれをおにぎりにしてみようと思います。味は酸味が結構強めで、ツナの存在感は少なめでした。でも手軽に作れるので、疲れた時にさっとできて良さそうです。お昼ごろ、少しモバイルデータがつながったところで、電力の完全な復旧は日曜日との情報が入りました。なかなか絶望的です。この時点では木曜日です。そこでふと、つい先日作って冷蔵庫に入れたものを思い出しました。1月下旬、スーパーに大量に並ぶこちらを買いに来ました。この食材には賛否がありますし、私自身もフランスに来てから初めて食べました。特に必要なものではなく、普段からたくさん食べるわけでもありません。でも、地元の食材なので手軽に手に入り、一度は調理してみたいと思っていました。今回は賛成か反対かという話ではなく、私の経験として記録するものです。さて、もうお分かりかと思いますが、こちら全部鴨の肝臓、フォアグラです。調理済みのものから生のフォアグラまで揃っています。スーパーではいつでも買えますが、生産時期は秋から冬です。フォアグラはもともと鴨やガチョウの渡り鳥が冬に向けて脂肪を蓄える性質を利用して作られるそうです。これはコンフィ用の鴨のもも肉。今度これも挑戦してみたいなと思っています。この白い塊は鴨の脂。じゃがいもをローストしたり、チャーハンで使ったり、バターや油の代わりに使うとコクが出て、普段の料理が一段階レベルアップします。そして今回私が買ったのがこちら、生のフォアグラです。これを使ってフォアグラのミキュイを作ってみます。Après, j'ai besoin d'un tout petit couteau. Un tout petit couteau. Tu vois? Ah, C'est ça. ミは半分、キュイは火を通すという意味で、低温でゆっくり加熱し、しっとりとした柔らかい状態に仕上げたものです。これは先ほどスーパーの様子で紹介した時に映っていたものと同じで、冷蔵コーナーに売られています。Il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste un petit peu, mais il vaut mieux les enlever. Commence, Sam, vas-y. Debout, debout. Hop, 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 enlève tes pieds. Hop, tu... 実は常温コーナーにもフォアグラの瓶や缶詰がありますが、それらは長期保存を目的としているため、しっかり火が通されています。
そのためこのミキウイの方がよりしっとり滑らかな食感になるそうです。C'est tout. C'est pas mal. Ensuite. Ça va, c'est bien assez. Ça. Combien? Ah ah. C'est toi qui le décides. Ah, d'accord. Faut pas que ce soit trop salé. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est assez. C'est poivre. Et poivre. Juste un petit peu. Attention parce que 作り方を教えてくれる友達は C'est bon? 以前フォアグラを飼育から加工まで行っていた Vas-y. 生産者だそうです。まずは血管を取り除きます。そこに塩とホワイトペッパーをしま Comme す。 ça?それを煮沸消毒した瓶に8分目ぐらいまで詰めて蓋をします。これを鍋に入れ、瓶が沈むくらいまで水を入れます。水から加熱し、沸騰してから20分ほど火を通します。Ah, ok. Sorti. これでフォアグラの火入れは完了です。あとは冷蔵庫で保管します。数日寝かせてから食べるといいそうです。夏くらいまで保存できると教えてもらいましたが、結局この停電の後に食べてしまいました。それはまたこの動画の最後でお届けします。Ah, d'accord. Je pense que si on avait fait deux, Oui. un seul pot, Beaucoup d'espace, oui. voilà. Ah, d'accord. さて、モバイルバッテリーの残りも少なくなり、カメラのバッテリーも残りわずかです。風が少し落ち着いてきたので、川がどうなっているのか見に行ってみます。ミモザももう咲いてきています。今年は暖かくなるのが早そうです。この時期、お庭に出て一番香るのはスミレです。小さくて目立ちませんが、存在感があります。この木の枝がたくさん落ちているのは、この嵐のせいではありません。数週間ほど前からマークが向こうのエリアをきれいにしてくれていて、その時に切った枝です。わっ。数日前に倒れていたくるみの木はあちらにあります。たった数日で一気に水位が上がりました。この後、1週間ほど雨の日が続きましたが、川の水はここから少し増えた程度で、今はもうすべて引いています。
さて、焼き芋がそろそろ食べ頃だと思うので、暖炉から取り出してみます。This is matcha soft. お、いいよ。よく作ったじゃない。この焼き芋、とても美味しかったです。夜ご飯は冷蔵庫にあるもので簡単に済ませます。こちらも昨日たまたまスーパーで買ってみた温めるだけの小籠包。正直あまり美味しくはありませんでした。このフェアリーライトは停電中のお気に入りの一つです。持ち運びもできて形も自由に変えられるので本を読むこともできました。朝、他の村はどうなっているのか見てみるために、車で10分ほどのスーパーにやってきました。すると、無料でモバイルバッテリーの貸し出しがあることを知りました。とても便利なサービスです。スーパー内のカフェにはコンセントもいくつかあり、充電を求めて多くの人が集まっていました。私たちはここで休憩しながら村の電力の復旧状況を確認していました。すると Facebook で同じルートに住む方が電気が戻ったと投稿しているのを見つけました。他にも同じ村でそれぞれの状況をシェアしてくれている方がいて、とても助かりました。ただ、その直後、うちの村の Facebook のコメント欄が閉鎖されました。それまで投稿されていたいくつかのコメントもいつの間にか見られなくなっていました。中には状況を心配する声や不安を感じているようなコメントもあったと思います。こういう時にそれぞれの声が見えなくなってしまうのは少し残念に感じました。情報を共有できる場所がなくなってしまったことにも不安を覚えました。こういう時こそ誰かの情報が頼りになるなと感じます。ちなみに私たちの家の周囲10キロほどの範囲でも今回の嵐による影響は様々でした。全く停電しなかった町もあれば、5日間電気が戻らなかったという友達もいました。私たちは今回37時間というこれまでで一番長い停電を経験しました。そしてその数日後にはさらに18時間の停電もありました。それでも今はこうしていつもの時間を過ごせることにほっとしています。ご視聴ありがとうございました。